0日目夜、今回一緒に旅する友達と台北で夜集合。まずは台湾ビールで旅の始まりを祝う。あては空心菜のニンニク炒め。シャキシャキ空心菜にニンニクの香りが効いてる。牡蠣と豆腐のトーチ炒め。うまそうすぎる。すごい。このツヤ。台湾の旨味の濃い牡蠣と柔らかい豆腐を豆を発酵させたトーチで炒めてある。明日からの食べ歩きに備えて今日は少し軽めにしておく。いや、なんか台湾来た実感が湧いてきた。めっちゃ嬉しい。朝ごはんを食べに市場に向かう。朝は東門市場が定番。たくさんの人で活気があるし、ここの汁ビーフンとおやきが大好き。豚もつビーフンのお店。こんな感じでさ、もうぐつぐつあの汁の中でビーフン煮込んでるんよ。でもなんか伸びてないっていうか。ねえ。早い。出た。カスタマイズする感じで。カスタマイズするのこれで？にんにく醤油、唐辛子ソース、豚もつ盛り合わせ、針生姜たっぷり。細くてつるつるっとした麺。豚肉スープは脂っこさも雑味もなくてまろやかな優しい味。山盛りだね。うん。量がすごいね。そう。汁も追加してくれるよ。お願いしたら。豚のほほ肉、適度な弾力とうまみがある。小腸もきれいに下処理してスープの中で煮込んである。臭みはなくコリッとした食感に少し甘い醤油ソースと生姜が合う。こんなにちっちゃいのに量多いね。そうなんだよね。お椀めっちゃね、ちっちゃいよね。朝から肉でも重くなくてスルッとお腹に入っちゃう朝ごはん。2人で食べて900円しない。すごい。東門市場はとても古くて、まだこんな風景が残っていることにびっくりするほど。小さなおやきの店。みんな焼き上がるのを待っている。一个韭菜，一个牛肉。韭菜跟牛肉吗？韭菜要等10分钟。10分钟。那么一个萝卜，一个牛肉。好，一个萝卜一个。うん。うまい。大根。うん。香ばしい薄めの生地の中に炒めた大根。自然の甘みが美味しい。野菜と混ざってるのかな。これ豚肉じゃね？牛肉で合ってる？豚肉っぽいね、色がね。今日は郊外の山にあるお茶の産地マオコンへ。動物園駅で降りたらケーブルカーに乗る。ガラス張りのを選んだ。マオコンケーブルカーは終点のマオコン駅まで約4キロ。緑の濃い山と台北の街を見下ろしながら登っていく。途中のシナンキュー駅で降りて、山の上の美しく大きなお寺、シナンキューへ。
さあ、お昼ご飯を食べに行こ傾斜が半端ないね。もうなんか始まってさ、100メートル歩いてないけどやばいよ。なかなかの冒険やなこれ。ちょっと好きなんだけど。よかった。私らお昼ご飯食べに行くんだよね。今。すごいよー。登るねー。あ、建物。你好，你好。很累哦。很累很累。你们从哪里来啊？香港的？啊，不是，我们是日本的。日本的？对。讲话有个腔调。你打电话给我，你说哦你哦姓哦，张你是，老板们，对的对的，对不对？对。山の中の絶景レストラン。不冷不冷，不冷不冷，不冷哦，很热。山上很冷呢。来，予約制で平日の昼だからか、ご主人の知人らしいお客さんが一組だけ。昔の中学校の椅子だよ。うん。そうなんだ。すっごいね。すごいなこれ。ここまで来ちゃったけど、本当に美味しいのか、ちょっと不安になってきた。とにかく喉の渇きを癒そう。乾杯。これが看板メニューの茹で鶏、バイチエチー。香菜の匂いもすごい。唐辛子で爽やかな辛さのある醤油だれにつけて、これは美味しい。来てよかった。地鶏の肉質がしっとりと引き締まっていて、噛みしめるたびに肉の味わいが感じられる。わあ、美味しい。閉まってる。うん。で、中にちょっとプルプルって残ってるゼラチン質がめっちゃうまい。哎有吗？啊，鸡肉很好吃。很好吃啊。マオコンの定番、茶湯麺線。茹でたそうめんをお茶の油で和えたもの。茹でたての麺にほんのり絡んだ油のうまみとネギの風味がじわじわと癖になる不思議な味。ナスが旬だからと勧められた料理。ネギやニンニクを油でざっと炒めて香りを出してから、醤油やオイスターソースでナスを炒めたもの。馬ナス。うん。中トロットロだね。胸肉の方を食べてみよう。どんな感じか。何の味かわかんないけどさ、美味しいね。なんかわかんないけど美味しいでしょ。びっくり。そうなんよ。なんなんかわかんないけなんど美味しいよ。かわかんない。うん。そうだから好きなの私。うん。美味しいね。
胸肉もしっとりよ。あ鶏の皮も美味しいよね。あ、うんマジで。すごく美味しい。脂っこくなくてさ、なんか食感がコリコリっとするよ。地鶏やお茶の油、旬の野菜、この土地の食材を美味しく生かした伝統的な料理、マオコンを丸ごと味わったようなお昼ご飯だった。山の中の食堂でご飯食べてきたので、ケーブルカーでもう一個マオコンの方に上がってお茶を飲みに行こうと思います。マオコン駅の周辺はレストランや茶館がいっぱいでにぎわっている。山道を少し歩いて一軒の茶館に入った。茶葉とお茶請けを選ぶ。目の前に広がる絶景。茶葉 50g とお茶道具が運ばれてくるので、自分で何度も何度もお茶を入れ続けながら延々とおしゃべりする。ふわりと鼻に抜けるお茶の香りと大自然に囲まれたとても素敵な時間の過ごし方。午前中から気づけば夕方までマオコンで過ごして、夕暮れを眺めながら山を降りる。こんなゆったりした旅もいいものだ。友達と旅するときは人数分の部屋がある民泊を利用する。リビングと小さなキッチンになっています。すごい綺麗にしてあって可愛く飾り付けてあります。お部屋開けても大丈夫？お部屋が3つあるお家で、1つ目はこんな感じのお部屋。そしてこんなお部屋。どこもゆったりしてて快適に整えてあります。こちらがバスルームになってます。夜市にはビールを置いてる店がないので、ここでビールを調達して持ち込みします。私はやっぱり台湾ビールを一応念のため2本買っておくね。ビールを調達して晩ご飯を食べに夜市に来た。南木城夜市は観光客よりも地元の人が晩ご飯を食べに集まる賑やかな夜市。お客さんの絶えない水餃子屋さん。店先の窯でどんどん餃子を茹でる。店の中の前菜を取りに、クラゲが大好きなのでクラゲの小皿にします。コリコリキクラゲの酢醤油和え。目の前で茹で上がったばかりのツヤツヤの餃子。プリッと弾力のある皮の中から汁があふれてくる。皮が主食であんがおかず。素朴な味で食べ飽きないこの餃子だけでも満足の晩ご飯になる。中の具はしっかりしてて美味しい。餃子につきもののサンラータン。
辛くも酸っぱくもなかったので、少しお酢とラー油を入れたらよく知っているサンラータンの味になった。餃子と一緒にビールを飲む。夜市はお酒のない店が多いけど、持ち込みは自由なので、飲みたければこうして持参して飲める。露天と餃子とビール、最高に美味しい組み合わせ。せっかくだからもう一軒。夜市の小籠包の味はいかに。そうやってつまむのね。暑いから本当は極薄の皮いっぱいに入っているうまみたっぷりの肉汁をやけどしないように気をつけて吸って、生姜をのせて一口で。某有名店の半分の値段でこの美味しさ、恐るべし夜市の実力。その他にも美味しそうな屋台、フレッシュジュースやデザートまで到底一日じゃ食べ尽くせない夜市。また何度も来てもっと知りたい。少し歩いて夜の龍山寺へ。夜いい感じ。